はい、どうも皆さん、島順です。本日はですね、私このチャンネルでよくデジタルとか IT とか言ってるじゃないですか。なんでこのデジタルとか IT って非常に重要なのかって話を改めてしたいと思います。はい、このチャンネルではですね、このようにですね、IT 業界の最新動向であったりですね、最新のデジタル技術などを分かりやすくお伝えしていきます。そしてですね、皆さん、そして私自身の学び場になっていけたらなと思っておりますので、何卒よろしくお願いします。はい。で、デジタルの重要性を語る上で、今回題材にした本がこちら、Why Digital Matters、なぜデジタルなのかと、まんまのタイトルなんですけど、こちらの本、題材にして今回お話しさせていただきます。この本のですね、キーメッセージはですね、企業にとっての新しい勝利の方程式というのはですね、デジタルに投資することなんだよということを言っていますと。もうまんまやないかというところなんですが、そのなんでデジタルなのか、この勝利の方程式についてはまた後ほど詳しくお話しさせていただきます。では、この新しい勝ち方に対して今まではどんな勝ち方があったのかということなんですが、それを話すために高度経済成長の時に遡りましょうと。日本はですね、高度経済成長期からですね、1990年代にかけて、40年間、目覚ましい経済成長を遂げておりますと。で、どんぐらいすごいかっていうとですね、日本はですね、GDP でいうと、アメリカに次ぐ2位に、2000年代2位になったぐらいすごいんですよね。この成長と、爆発的な成長をですね、支えてた原動力というのがですね、この日本型の勝利の方程式。つまりはですね、人、そして現場の強さにあったんですよ。日本はですね、この人、そして現場が非常に強いと、世界からも評価されておりました。人というとですね、日本人のですね、特性なのか、勤勉である、優秀で勤勉、そしてですね、長時間労働も厭わない労働感、ブラックでも全然ウェルカムという感じで、あとはですね、日本の慣習であるですね、一つの企業に長く勤めるという、これによってですね、経験とかノウハウがどんどん蓄積されていくと。イメージ的には、バブル期の人たちのイメージなんですけど、僕にとっては、そういった人、そしてその人が回す現場に考えさせ、現場に工夫させ、そして現場の力を最大限にしていくと。そのために手法が QC 活動であったり、トヨタの有名な改善活動などが含まれますが、この人と現場の強さ、これが日本の勝利の方程式だったんですよ。このですね、優秀な人たちに考えさせて、現場の力を最大限させるという強さでしたと。ただ、これで GDP2 位までですね、到達したにもかかわらずですね、今の日本というのはですね、なかなかちょっと厳しい状況にあるというのはこちらの数字に見てわかると思います。こちらはですね、1990年から2017年までの GDP の成長率を表しているものですと。はい、この27年間ですね、GDP、アメリカはですね、3.2 倍成長しております。一方でですね、日本はたったの 1.2 倍。1.2 倍しか成長してないと。もうほぼほぼ成長してないやん。横ばいやんって。ぐらいに、なかなか成長が鈍化してるわけなんですよね。これが、失われた25年と言われているですね、周りが成長しているにもかかわらず、日本全然成長してないやんっていう時期なんですよね。なんでこんな成長しなくなったのかなと。こんな人と現場の最強の、ですね、日本の方程式があったにもかかわらず、なんでこんだけ差が開いてしまったのか。というとですね、端的に言えばですね、デジタルなんですよ、そこが。欧米諸国はですね、この日本の人、そして現場の強さを見てですね、それをやってみようとしたんですよ。ただ、欧米諸国にはこれ合わなかった。というのもですね、人というのはですね、日本人ほど勤勉ではない傾向があると。またですね、何より同じ職場にずっといるという習慣がなかったと。どんどん転職していっていくということでですね、これ日本的なですね、方程式っていうのは当てはまらなかったんですよ、欧米諸国は。では、その欧米諸国指を加えていたわけではないですと。何をしたかというとですね、この人がいないんだったら、じゃあもうその人の仕事をデジタルに任せればいいじゃんということでですね、欧米諸国はですね、その1990年代後半からぐんと成長が伸びたデジタルに飛びつきました。こうすることでですね、柔軟性とか創造性が必要な仕事は人。ただ、その前回の AI の動画でも話したんですけど、AI デジタルはですね、ルールの決まっている、定型化できる仕事はめちゃくちゃ強いということで、この人とデジタルの分業というものをどんどん推し進めていったんですよ。それを見て、で、それが功を奏してですね、どんどん生産性が上がっていく。それを見てですね、日本はですね、デジタル、すごいじゃんと。ただ俺たちは、これ、現場の強さがあるから全然大丈夫よと。むしろデジタルなんか入れたら人の仕事を奪われちゃってダメでしょと。俺たちはこの今ある勝ち方、これにこだわっていくんだぜと
いうことで言い続けて結果この差が生まれてしまっているわけなんですよ。それ以外にもいろんな要因があると思うんですけどね。今回はこの現場の力とデジタルにフォーカスしていきましょうと。で、日本はですね、良くも悪くもこの現場が強かったせいでですね、デジタルを活用した欧米諸国と差が生まれつつも、なんとかこの現場が優秀ゆえになんとか食いついていったんですよ。でもそれも団塊世代の大量退職だったり、あと少子化のせいでですね、この現場に頼るですね、現状の脆さというものがどんどん浮き彫りになってきているというのが、この数字に現れると思っております。この本の、かっこいいセリフがあるんですけど、この人ではなく電子を走らせろと言ってるんですよ。人が汗水垂らして走るのは限界があると。でも電子、デジタルはですね、疲れない、間違えない、そしてめちゃくちゃ速い、人と比べてですね。なので人を走らせるんじゃなくて電子を走らせて今後経営していかなきゃいけないんだよということを言っておりますと。人とデジタルの分業を進めてて、その人ではなく電子を走らせている欧米諸国はですね、今は生産性がめちゃくちゃ上がってですね、今までの日本と欧米の立場というのは逆転してしまってですね、今日本がデジタルを活用してですね、追いついていかなきゃいけないという立場になっておりますと。で、その欧米諸国はですね、今大きな転換点を迎えようとしてるんですよ。それがこちら、第二次産業革命。皆さん聞いたことあるかもしれないです。こちらですね、ドイツが2011年にインダストリー 4.0 というですね、構想を発表してですね、それに近づくためのこの革命というのが第4次産業革命なんですが、4次ということでですね、今まで1、2、3とあったわけなんです。1がですね、水蒸気とか水力とかを活用した工業化のことです。で、2次が電力が生まれた後に工場の大量生産を実現した第2次産業革命。で、第3次産業革命というのがですね、コンピューターの単純で実現した工場の効率化、そして自動化のことを指していますと。じゃあ第4次のそのキーとなるものって何なのっていうところなんですけど、そのキーとなるものが、テクノロジーと。めちゃくちゃざっくりやんと。めちゃくちゃざっくりなんですけど、しかもコンピューターもテクノロジーに入っとるやんと思うんですけど、もっと広い意味でのですね、AI とか IoT とか 5G とか、いろんなテクノロジーをですね、包括的に活用して、活用していこうというのが第4次産業革命なんですよ。で、何を使うかっていうのも大事かもしれないんですけど、本当に重要なのはどういった変化をもたらすのかというところですと。はい、大きく3つ挙げましたと。1つは越境、そしてもう1つは物からサービス、そして最後に全体最適化となっておりますと。もう越境とか意味わかんないかもしれないんですけど、この越境って何の境界線を越えるかっていうとですね、製造業と非製造業の境界線を越えるという意味です。今までの1、2、3の産業革命というのは全て製造業、つまり工場の中の話でした。工場の生産性をどうやって上げるのか、工場の自動化をどうやって進めるのか、工場のことだったんですよ。ただ、第4次産業革命というのはですね、その製造業の境界線を越えて、その先の非製造業、この非製造業と製造業トータルでどういった変革していくという意味で越境なんですよね。で、その越境で非常に大事なのが、物からサービスへのシフトですと。この物からサービスのシフトについてお話しさせていただくために、こちら、デジタルイノベーションについてお話ししますと。イノベーションというとですね、皆さんかっこいいイメージがあると思うんですけど、具体的にイノベーションで定義されてます。で、2つ大きくイノベーションというのがあります。1つはですね、今までなかったものを生み出すことですよね。0から1と、新しい素材を開発したりとかですね。そういった0から1みたいなのがイノベーションの一つ目なんですよ。で、デジタルイノベーションというのはですね、必ずしも0から1と新しいものを新たに生み出すではないと。デジタルイノベーションというのはですね、今ある、すでにあるもの、既存の事業などと、あとでデジタル技術を掛け合わせてですね、新しい価値を生み出そうじゃないかというものなんですよ。なので、一般的なイノベーションと違って、01ではないということが、デジタルイノベーションの特徴ですと。で、このデジタルイノベーションによって物からサービスへのシフトを行った例というものがいくつかあるんですけど、今回取り上げたいのは、ですね、ダイムラーというドイツの自動車会社の例です。ダイムラーという会社はですね、ドイツの自動車製造の会社なんですが、この自動製造の会社がですね、Car2Go というサービスを生み出しましたと。Car2Go というサービスはですね、簡単に言えばカーシェアのサービスなんですよ。ダイムラーはですね、この既存事業である高品質な車、それにスマホや GPS などのデジタル機能を掛け合わせることによってですね、顧客の真の欲求である手軽な移動手段というものを提供しました。これがデジタルイノベーションの一例です。このダイムラーのようにですね、この物からサービスのシフトが第4次産業革命の非常にキーとなるポイントとなっています。ではですね、この
欧米諸国がインダストリー4.0へ移行しつつある中、日本というのは今どういった状況なのか話なんですけど、日本はなんとインダストリー2.5という状況なんですよ。3でもないのという驚きの結果なんですが、今インダストリー2.5といって非常に遅れてるっていうのが、今の現状の日本ですと。ただ日本も何もしてないというわけではなくですね、この4.0が発表された時なんかはですね、この4.0の一つの要素であるスマートファクトリーというものをですね、早速取り入れたりしたんですよ。ただ考えてみてくださいと。スマートファクトリーっていうのはですね、工場のIoT やセンサーを使って生産性を上げようというものなんですが、もうすでに日本は世界最強の工場をですね、改善、つまり現場の力を使ってですね、持っているんですよ。で、生産性がめちゃくちゃ高い工場に対してですね、スマートファクトリーっていう生産性を上げる施策をしてどうするんだと。もうすでに高いものをこれ以上上げてどうするんだと。本当に日本取り組まなきゃいけないのはですね、工場ではなくですね、工場の前後にある前工程、後工程、これらを含めた一貫したですね、全体最適化というものが必要なんですよ。この工場の個別最適化っていうのはですね、もうすでに行われていますし、で、また、この工場以外の前工程、後工程でバラバラの個別最適化をしているために、全体としてのトータルの価値というものが出せていないというのは日本の問題なんです。なのでですね、日本、これから今現状では2.5の中で前工程と工場、そして後工程が一貫してつながっていない、情報の連携ができていないためにですね、例えば前工程で受注を受けるじゃないですか。例えばノートパソコン非常に在庫がないようですが、コロナの影響でですね、このコンピューターの受注を500台来月までにといった受注を営業が受けたときにですね、今どうしてるかというとですね、もう各工場に電話に問い合わせてこの500台用意できるかどうか聞いたりしてるんですよ。ではなくシステムでつなげていればですね、その営業が受注を受けたときにもシステムでそれが判断できると、どこの工場に依頼すればいいのかというのも判断できるようにするためにも、この一貫したシステムでの連携が必要なんですよね。はい。なので、システムを通した全体最適でトータルの価値の向上というものをですね、日本は行っていかなきゃいけないと。裏を返せばですね、日本というのは、インダストリー2.5の状態で、今現在の経済国としての位置をなんとか踏まっていますと。これにデジタルを掛け合わせることでですね、もう爆発的にこの生産性、そして経済大国への返り咲きというものが、実現できるかもしれないという期待感はございます。はい。ただその期待感を実現するためにもですね、推し進めていかない、勝利の新しい方程式というのはですね、こちらの、デジタルへの投資なんですよ。ただ、このデジタル投資するにあたって3つこの作者はですね、注意していることがあるんですよ。その1つ目がですね、システムを作るなと。いやいやいや、ここでシステムでつなげろって話してないかとお思いかもしれないんですけど、そうじゃないんですと。システムを0から自分で作っちゃいけないよと言ってるんです。というのもですね、この工程をつなげるですね、システム、ERP というシステムでですね、もう世の中に出てるんですよ。特に SAP という会社、さっきの本の作者も SAP 関係者なんですけど、SAP という会社がですね、こういったつなげるシステムをですね、もうすでにパッケージとして作ってますと。このパッケージはですね、世の中のその業界のですね、ベストプラクティス、一番いい方法と思われるものをシステム化したもの、それが、ERP のシステムなんですよ。そのパッケージをですね、買って導入しなさいと。ゼロから自分たちで作ったらまた個別最適化が行われてバラバラのシステムになって結局効果出ないよと。なので今あるベストなものを使いなさいと。これクラウドとかでもクラウドを通した、サービスの提供もそうなんですけど、世の中にあるものを自分で作るんじゃなくてもあるものを使いなさいというのはやっぱ IT 全体の、方向性でもありますよねと。でまたもう一つ、現場の声は聞いちゃいけないと。このシステムを導入するときにですね、やっぱ現場からいろいろ声が出るんですよ。自分たちの業務に合ってないと、もっとこうしてくれ、ああしてくれと。ただ、それにいちいち合わせたらですね、もう全体最適ではなく、また個別最適化に逆戻りになってしまうよと。じゃなくて、経営者はですね、そのベストプラクティスをそのまま使ってですね、現場の人たちにそのベストプラクティス、システムに合わせていただく必要があると言ってるんですよ。で、もう一つ、最後にですね、IT 人材揃いなさいと。というのもですね、この経営する上でですね、デジタルというのは非常に重要な立ち位置を占めていますが、IT デジタル非常に難しいです。なので、経営者は右腕となる IT 人材を雇いなさいと。有名なアップルもですね、スティーブ・ジョブズという経営者がいて、また、ウォズニャックというですね、エンジニアがいたわけです。この2人が組むことでですね、アップルという今非常に素晴らしい会社というのが、あれだけ成功したわけなんですが、そのウォズニャックではないですけど、その右腕となる IT 人材を雇いなさいと。システムは作らず、今、世の中に出てるものを利用しなさいと。
そして現場の声に合わせずに全体最適化、経営者の目線に全体最適化をしなさいと。そしてそれを一緒に突き進めていく IT 人材、右腕なら IT 人材を雇いなさいというのがこの Why Digital Matters の本の、メッセージなのかなと思っておりますと。はい、今回はですね、この Why Digital Matters という本を題材にしてですね、なぜ世の中こんなデジタル IT だと言われているのかと。で、なんで日本はそれを早く取り入れなきゃいけないのかという話をしていきましたと。ぜひとも日本がデジタルを活用することでですね、インターネット 4.0、そしてその先の世界、豊かな世界を実現することを願っていますと。それではご視聴ありがとうございました。